どうも、エスプレッソバーバブです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は前回お話ししておりました電動焙煎機を購入いたしましたので、まずは焙煎してみようという内容になります。前回のこの電動焙煎機の購入報告の動画をご覧になられていない場合は、意気込みも語っておりますので、そちらもご覧いただけると嬉しいです。前回の動画ではですね、開封したばかりという状態で洗浄もですね、行っていなかったんですけれども、今はですね、食器用洗剤で洗浄と乾燥が終わった状態ということになりますので、これから使用できるということになります。で、なんでですね、この電動焙煎機を選んだのかなどですね、いろいろとお話ししたいんですけれども、まずは何はともあれですね、早く焙煎してみたいですので、おいおいお話できたらと思います。はい。で、これからですね、この電動焙煎機での初焙煎をしていきますけれども、かなりワクワクしております。で、まだですね、この焙煎機のですね、特徴とか、性能とか、あるいは癖とかですね、あとはこの私の環境下でのですね、どう調整しているのかというのがですね、未知数ですので、まずはですね、これまでのアウベルクラフトで焙煎してきた内容と、ほぼ同じイメージで焙煎していきたいと思います。本日時点ではですね、プロファイルの情報もありませんし、予熱のタイミングもわかりませんし、そもそもですね、予熱後にですね、回転させながら素早く木豆を投入できる構造になっていなくてですね、この木豆の投入口も開け閉めというのをどれぐらいの手際でできるのかも不明です。そのためですね、最初は自分で決めた木豆の量をですね、焙煎機の中に入れた状態から予熱なしでスタートさせていきたいと思います。ゆくゆくはですね、いろいろなやり方を試しながら予熱をしたやり方へとシフトする構想にはですね、しております。で、ハンドピック後のですね、木豆ですね、こちらに用意しております。豆はですね、扱い慣れているブラジルショコラを使っていきたいと思います。それではですね、初焙煎していきたいと思います。まずですね、木豆の投入方法のところからですね、いきなり課題があります。うまくですね、入れる方法というのを考えないといけませんし、あとはこういった温度計もですね、回転してしまっていますし、数字もですね、逆になっているので、見づらくなってしまっています。しかもタイマーもですね、忘れてしまっていましたので、ちょっと今からスタートしました。あとはこの回転のところですね。メモリでいくと、きっちりとした数字はないんですけれども、大体ですね、このスタートしてから1、2、3、3つ目のところで今回してみております。でこれがどうなるのかというのもまだわからないですけれども、一旦今日はこれでやってみてですね、うまくいくのかどうか、見ていきたいと思います。で、火力もですね、結構焦げるというふうな書き込みもあったりしたので、少しですね、弱めにしております。いつもよりは1メモリ分少なくしております。今100度を超えますね。
ちょっとこの状態がですね、正解なのかどうかも分かっていないですけれども、ちょっとこのままですね、続けて見ていきたいと思います。映像としてはもう少し後にですね、ジャンプしたいと思います。今ですね、結構チャフが剥がれてきておりますね。今、7分経過したところで温度が160度ぐらいとですね、通過しているという状態ですね。今回は初回なのでこのまま様子を見ていきたいと思います。今、11分47秒ぐらいで温度が193度かな。で、1ハゼが先ほどありました。少しスローペースな気もしますが、まだちょっと特徴がですね、分かっていませんので、今日はこのまま行きたいと思います。温度計が200度超えましたね。200。窓から見える豆もですね、少しずつ色づき始めているかなと思います。そういえば、こちらの胎盤はやっぱり押すのを忘れてしまっていますね。1ハゼが来た時にラップというのを押すのを忘れてしまっておりました。はい、今2ハゼが始まりましたね。18分50秒ぐらいから2ハゼが始まりまして、30秒ぐらいですね、置いてみたいと思います。温度は、232度ですね。はい、焼けました。2ハゼ後30秒を狙って焙煎してみました。結構時間はですね、だいたい18分以上ですね、かかったんですけれども、ムラなくは焼けたような感じはしております。また、焙煎機の情報も結構チャフが、散乱してしまうということと、ちょっとゴミ箱がなかったので、ここに出しましたけれども、こちらのチャフもですね、一回多い時にはゴミ箱に出してから冷却するのをですね、促進してあげる
いうことでいいかなと思います。では、総評にですね、入りたいと思います。はい、先ほど焙煎が終わりました。いろいろですね、気づいたことがありました。いっぱいある中でですね、全部ではなくて主なポイントをちょっとご紹介しようかなと思いますが、まずですね、何よりもタイマーをですね、忘れてしまうということで、初めて使うこちらにですね、ちょっと集中してしまったことによってタイマーを押し忘れるということがありましたので、段取りについてですね、ちょっと見直しが必要かなという点と、あとはやっぱり温度計ですね、こちらが、ちょっと向きが逆向きになっていることもありましてですね、ちょっと見づらいというのと、あとは回転してしまうというところをですね、なんとか対策をしないといけないなというふうに思います。また他にもですね、あるんですけれども、今日の段階ではですね、ここまでとしておきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は電動焙煎機の初使用ということで、いろいろと課題がありましたが、まずは初回焙煎をしてみました。これからもこの電動焙煎機での焙煎の経過もお伝えできたらと思いますが、全てをですね、撮影していることもできませんので、進展とかポイントがあった時に撮影をしてみようと思います。またですね、アウベルクラフトでの焙煎経験はあるものの、この電動焙煎機での焙煎もですね、トライアンドエラーを繰り返しながら改善していき、上達していきたいと思いますので、おすすめのやり方などありましたらアドバイスいただけたらと思います。このチャンネルではエスプレッソを中心にコーヒーに関する内容をアップしています。エスプレッソツールの紹介や焙煎系の動画もアップしておりますので、焙煎面白そうだなと少しでも興味が湧いた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。